お金を賢く守り、そして増やしていくための考え方についてお話しします。テーマは、資産配分の美学です。リチャード・フェリという専門家の考え方と、現代ポートフォリオ理論という理論を組み合わせて、具体にどうやって資産を運用すべきかを見ていきましょう。まず、投資の基本となるのが、リスクとリターンの関係です。これは、高い利益を狙えばその分だけ損をする可能性も高くなるという、あちらを立てればこちらが立たずという関係のことです。ハリー・マーコウィッツという人が考え出した理論では、リスクを数値で表し、同じリスクなら最大限の利益を得られる組み合わせを探ります。これを効率フロンティアと呼びます。投資家は自分のリスクに対する耐性に合わせて、この最適な組み合わせの中から答えを選ぶことになります。リスクには大きく分けて2つの種類があります。1つは、景気の変動など市場全体に影響が出るリスクです。もう1つは、特定の会社や業界だけに起こるリスクです。後者のリスクは、似ていない資産を組み合わせる分散投資で減らすことができます。例えば、株が下がった時に上がりやすい債券のような動きが反対、あるいは関係が薄い資産を組み合わせることで、全体の振れ幅を小さく抑えられるのです。リチャード・フェリは、こうした理論に実践な考え方を加えました。彼は、投資計画そのものが悪いのではなく、人間が感情に任せて計画を台無しにするのだと説いています。市場のタイミングを完璧に当てることは、ノーベル賞を受賞したような天才であっても至難の業です。だからこそ、長期な計画をしっかり立て、それを淡々と守り抜くことが成功への近道になります。戦略な資産配分とは、自分のリスク許容度や投資する期間、目標に合わせて、資産の比率をあらかじめ決めておくことです。有名な例に、株を 60%、債券を 40% にする6040ポートフォリオがあります。これは株の成長力と債券の安定感をバランスよく取り入れた構成で、過去の多くの場面で堅実な結果を出してきました。しかし、今の時代は株と債券だけでは不十分です。そこでフェリは、インデックスファンドを使った低コストな分散投資を進めています。インデックスファンドは市場全体の動きに連動するため、個別の会社を選ぶリスクを避けられ、手数料も安く抑えられます。さらに、リートと呼ばれる不動産投資信託や、物価連動債といった別の資産を加えることで、さらにリスクを下げることができます。リートは、手軽に不動産に投資できる仕組みです。リートは得た利益の9割以上を投資家に配当として戻さなければならないルールがあるため、安定した現金収入が期待できます。また、物価が上がった時に不動産価値も上がりやすいため、インフレ対策になります。さらに、普通の株と同じように取引所で簡単に売買できるため、実際の不動産を持つよりもずっと柔軟に運用できます。物価連動債は、インフレという物価上昇のリスクに立ち向かうための道具です。物価が上がれば、それに合わせて受け取れる金額が増える仕組みになっています。そのため、お金の価値が下がる局面でも、実質な購買力を維持しながら安定した利息を得ることができます。また、人生のステージに合わせて配分を変えるライフサイクル資産配分という考え方も重要です。若い頃はリスクを取って成長を狙うため、株の比率を高めます。中年になると、徐々に債券やリートを増やして安定感を出し、退職が近づいたり退職後になったりすると、債券や物価連動債をさらに増やして、資産が減るリスクを最小限に抑えます。このように年齢に合わせてシフトしていくことで、資産を増やすことと守ることを両立させます。リスク管理の具体な方法についても触れておきましょう。ここでは標準偏差とシャープレシオという指標を使います。標準偏差はリターンのばらつき、つまり価格の変動がどれくらい激しいかを示すものです。一方、シャープレシオは、取ったリスクに対してどれだけ効率に利益を得られたかを測る指標です。一般に、この数値が1を超えていれば、リスクに見合った十分なリターンが得られていると判断します。ただし、理論には限界もあります。実際の市場では、
2008年の金融危機や2020年のパンデミックのように、想定外の激しい暴落が起こります。こうしたパニック時には、あらゆる資産が同時に値下がりする相関収束という現象が起き、分散投資の効果が薄れてしまいます。だからこそ、リートや物価連動債のような異なる性質の資産を組み込んでおくことで、最悪の状況でも一定の防御力を保つことができるのです。次に、リバランスという作業についてです。これは、値上がりや値下がりで崩れてしまった資産比率を元の目標比率に戻すことです。あまりに頻繁にやりすぎると手数料などのコストがかさみますし、放置しすぎるとリスクのバランスが崩れます。フェリは、年に1回から2回程度の定期な調整を進めつつ、市場が激しく動いた時には臨時の調整を検討することを助言しています。具体にどのような商品を選べばよいでしょうか。まずは、国内外の株式インデックスファンドで幅広く企業に投資し、個別銘柄のリスクを消します。次に、国内外の国債や社債のインデックスファンドで安定した利息を確保します。そこにリートのインデックスファンドを加えて不動産の利益とインフレ対策を取り入れ、最後に物価連動債のインデックスファンドで物価上昇に備えます。これらを組み合わせることで、お互いの弱点を補い合い、全体の振れ幅を抑えながら効率な運用が可能になります。投資の最大の敵は、自分自身の心です。自分は正しいと信じ込んでしまう過信や、損をすることを極端に嫌う心理が、計画な運用を邪魔します。そこで、感情を排除したルールベースの投資が有効です。例えば、毎月決まった額を積み立てるドルコスト平均法を使えば、価格が高いときは少なく、安いときは多く買うことになり、長期に購入単価を平準化して資産を増やすことができます。また、税金対策も欠かせません。日本では、確定拠出年金や個人型確定拠出年金、そして NISA などの税優遇口座が利用できます。特に NISA は利益に税金がかからないため、リバランスで資産を売却した際の手取り額を最大化できます。こうした制度を最大限に活用することが大切です。これからの資産配分はどうなるでしょうか。今は AI やビッグデータを活用した最適化ツールが登場し、リアルタイムで最適な比率を教えてくれる時代です。しかし、ツール把握まで補助です。最終には自分のリスク許容度や目に照らして判断する姿勢が求められます。また、環境や社会に配慮した ESG 投資も主流となっており、コストが低く安定した ESG インデックスファンドを組み入れることも一つの選択肢となります。最後に、富を守るための土台についてです。フェリは、税金を引く前の所得の 10% を貯蓄や投資に回すことを目標にしています。この貯蓄率が、将来の安心と資産形成の基礎になります。貯めたお金を多様な資産に分散し、定期にリバランスすることで、リスクを抑えながらリターンを最大化できるのです。まとめると、数学な理論と実践な哲学を組み合わせることで、人生の安全板となる資産を築けます。まずは自分のリスク許容度を見極めて計画を立て、インデックスファンドやリート、物価連動債などの低コストな商品を組み合わせます。そして、ライフステージに合わせて配分を変え、感情に流されず計画通りに実行すること、これが成功への唯一の道です。さらに踏み込んだ内容として、リスク因子の分解についてお話しします。かつての理論ではリスクを一つの数値で捉えていましたが、実際には複数の要因に分かれています。市場全体の動きを示す市場因子、会社の規模によるサイズ因子、割安さを測るバリュー因子、そして勢いを見るモメンタム因子や、売り買いのしやすさを示す流動性因子などがあります。自分の資産がどの要因に偏っているかを把握し、過剰なリスクを抑えることが推奨されます。この分析には、過去のデータを使って各因子への感応度、つまりベータを算出する手法が使われます。これにより、単純な資産分けよりもさらに精緻なリスク管理が可能になります。また、最近ではリスクパリティという戦略も注目されています。これは、金額ではなく、
それぞれの資産が全体のリスクに与える影響を均等にする配分手法です。従来のこれまでの資産配分は、単純に資金の比率で調整するのが一般でした。しかし、リスクパリティという考え方は少し違います。これは、価格の変動しやすさ、つまりボラティリティと、資産同士の連動性である相関を考えます。そして、それぞれの資産がリスクに与える影響が同じになるように、配分比率を計算する方法です。例えば、株のように価格の動きが激しい資産は、比率を低くします。逆に、債券やリートのようなリスクが低い資産の比率を相対に高めます。こうすることで、全体の変動を抑えることができ、相場が下がった時でも、比較安定した成果が期待できるのです。ただ、リスクパリティにも難しい点があります。一つは、レバレッジ、つまり借金をして投資規模を拡大させることです。低リスクの資産だけでリスクのバランスを均等にすると、全体のリスクが下がりすぎてしまい、目標とする利益が出にくくなります。そのため、レバレッジをかけて利益を増やそうとするケースが多く見られます。しかし、レバレッジは利益を増やす一方で、損失も大きくします。ですから、自分がどこまでリスクを許容できるかを正しく設定し、レバレッジの比率に上限を設けて管理することが欠かせません。また、資産同士の連動性は、時間とともに変わるということにも注意が必要です。特に大きな金融危機が起きたときには、多くの資産が同時に値下がりし、連動性が急激に高まります。そうなると、リスクパリティの前提が崩れてしまう可能性があります。そのため、連動性の変化を常に予測し、最悪の事態を想定したテストを組み合わせた運用体制が求められます。ここで、人生の段階に合わせた資産配分、ライフサイクルアプローチについて詳しく見ていきましょう。投資家のリスク許容度は、年齢や人生のステージによって変化します。若い人は、運用できる時間が長いため、リスクは高いけれどリターンも大きい資産の比率を高めます。そして、年齢が上がるにつれて、徐々に安全な資産を増やしていくという考え方です。具体には、30歳くらいの時は、株や新興国の株を6割程度に設定します。45歳を過ぎたら、債券やリートの比率を上げます。そして65歳を超えると、定期な収入が見込める資産や現金の比率を3割以上に引き上げるといった、段階なシフトが一般です。このライフサイクルに合わせた配分を簡単に実現する方法がターゲットデートファンドです。これはあらかじめ設定された目標年月日に向けて自動に資産配分を調整してくれる仕組みです。投資家は一つのファンドを持つだけで自分で配分を調整し直す手間を省くことができます。日本でも最近、国内外の株や債券、リート、インフレ連動債などを組み合わせた商品が増えています。これを税制優遇のある口座で利用すれば、手元に残る利益を最大にできるため、とても魅力です。次に、税金を賢く抑える税損収穫という戦略についてお話しします。これは、値下がりして含み損が出ている資産をあえて売却し、税金を先送りにする効果を得る手法です。その後、似たようなリスクとリターンの特性を持つ別の銘柄や、上場投資信託である ETF に再投資します。日本の税制では、利益に対して約2割の税金がかかります。そこで、あえて損失を確定させることで、課税される所得を減らし、実質なリターンを向上させることができます。ただし、売却してから30日以内に同じ銘柄を買い直すと、税務上のルールに触れる恐れがあります。そのため、似た銘柄や指数に連動する商品へ乗り換えることが推奨されます。さらに、確定拠出年金や NISA 口座の中でこれを行うことは、非課税の枠を活用できるため、特に有効です。資産を世界に分散させるときは、為替リスクの管理が欠かせません。外国の資産に投資すると、通貨の変動がリターンに直接影響します。そこで、為替ヘッジありか、なしかを選択します。ヘッジありの場合、コストはかかりますが、
為替の変動による予期せぬ損失を防げます。一方、ヘッジなしはコストが低く、長い目で見れば、為替の変動自体がリスクを分散させる効果を持つこともあります。投資家は、自分のリスク許容度と投資期間に合わせて、ヘッジの比率を柔軟に決めるべきです。また、最近では気候リスクの評価を資産配分に組み込むことも重要になっています。気候変動は、特定の産業や地域に大きな影響を与え、長期な企業の価値を変えてしまいます。気候リスクの評価モデルでは、二酸化炭素の排出量やエネルギー転換の計画を数値化し、ポートフォリオ全体の温室効果ガスの排出量を計算します。投資家はこの情報を使い、炭素を多く出す企業への投資を減らします。代わりに、再生可能エネルギーや低炭素技術を持つ企業への比率を高めることで、将来な規制のリスクや資産価値が下がることを避けることができます。さらに、社会な良さと利益の両立を目指すインパクト投資についても触れておきましょう。これは、お金としてのリターンだけでなく、社会や環境にどのような良い影響を与えたかを測定し、投資判断に組み込む方法です。例えば、住宅不足を解消するための不動産開発ファンドや、医療へのアクセスを良くするためのヘルスケア関連ファンドなどが挙げられます。これらは一般なインデックスファンドよりも運用コストが高くなる傾向にありますが、長期な社会価値と安定した現金収入が期待でき、ポートフォリオを多様にする効果を高めてくれます。こうした高度な資産配分を支えているのがテクノロジーです。モンテカルロシミュレーションとブートストラップ法という手法が広がっています。モンテカルロシミュレーションは無数の想定シナリオを作り出し、期待できるリターンとリスクの分布を視覚に見せるものです。これにより、最悪のケースや最高のケースを把握し、自分のリスク許容度に合った設計ができます。一方、ブートストラップ法は、過去のデータからサンプルを何度も抽出し直してリターンの分布を推定します。これにより、データがきれいな山形であるという前提による偏りを直すことができます。この2つを組み合わせることで、めったに起きないが起きたら大変なリスク、いわゆるテールリスクなどを考慮した頑丈なポートフォリオを構築できます。実際の運用プロセスを具体にすると、次のようなステップが推奨されます。第一に、投資の目や期間、リスク許容度をはっきりさせ、診断ツールなどで数値化します。第二に、資産ごとの期待リターンや変動率、連動性を最新データで更新し、要因ごとの影響度を算出します。第3に、平均分散最適化やリスクパリティなどの計算手法を使い、最適な配分を導き出します。第4に、税制優遇口座を最大限に使い、コストと税金を最小限に抑える調整計画を立てます。第5に、定期に成果を確認し、市場のショックに耐えられるかをテストします。最後に、必要に応じて短期なチャンスを捉える調整を行いながら、長期な資産形成の道を維持します。ここで、日本の大手年金基金が採用したハイブリッドモデルという事例を紹介します。この基金は、基本戦略として、国内外の株を4割、国内外の債券を3割、リートとインフレ連動債をそれぞれ5割という比率に設定しました。さらに、年に2回のリバランスに加え、3ヶ月ごとの市場評価に基づいた柔軟な調整を導入しました。例えば、米国のテクノロジー株が上がっているときは株の比率を1割上げ、欧州の債券利回りが下がったときは債券の比率を減らしました。結果として、この基金は過去10年で、目標とする指標を上回るリターンを実現し、リスクの指標である標準偏差も下げることに成功しました。成功の理由は、計算モデルによる数値な判断と、人間の経験による判断を組み合わせたハイブリッドな手法にありました。最後に、投資家が自分の資産配分をずっと改善し続けるための学習ループを提案します。まず、投資の結果を定期に記録し、予想していたリターンと実際の結果にどれくらいの差があったかを分析します。次に、その差がどこから来たのかを分解し、持ちすぎている資産や足りない資産を特定します。その上で、
配分比率や為替ヘッジの手法を調整し、次のサイクルに反映させます。この繰り返しによって、経験と数理モデルが融合した高度な資産配分ができ、変わり続ける市場環境にも柔軟に対応できるようになります。ここまで、資産配分の理論から実務、テクノロジー、そしてサステナビリティまで幅広く解説してきました。皆さんがこれを参考に、自分に最適な資産配分を設計し、長期な富を築けることを願っています。この節では、リチャード・フェリ氏が提唱した資産配分の美学について深掘りします。フェリ氏は、単にリターンを最大にすることではなく、リスクとリターンの調和を追求することを投資の芸術と呼びました。そして、ポートフォリオを作ることを絵画の構図に例えたのです。キャンバスとなる資産を選び、色彩にあたる期待リターンと変動性を配置し、全体として見た目にも数理にもバランスが取れるように配慮するという考え方です。フェリ氏の代表作である資産配分のすべてでは、ハリー・マルコウィッツが提案した平均分散最適化をベースに、時代の変化に合わせた拡張手法が詳しく示されています。例えば、1970年代のスタグフレーション期には、インフレ連動債がリスクを避けるために重要視されました。1990年代の情報技術バブルの時は、テクノロジー株が新たなリターンの源として位置づけられました。フェリ氏は、こうした歴史な転換点を資産配分の季節と呼び、季節ごとに最適な組み合わせを再評価すべきだと主張しています。マルコウィッツの効率フロンティアという概念は、最初は平面上で株と債券だけを対象にしていました。しかし最近では、リートやインフレ連動国債、さらにはプライベートエクイティやインフラファンドといった代替資産まで含めた多次元な広がりを持つものへと拡張されています。これに伴い、連動性の推定方法も、単純な過去の平均から、時間とともに変化するモデルや機械学習による複雑な推定へと進化しました。特に、金融危機後の連動性の崩壊という現象を捉えるため、リアルタイムで連動性を更新するアルゴリズムが実務で広く使われるようになっています。リスクの分類についても、全体なリスクと個別のリスクの境界が曖昧になっています。例えば、サプライチェーンの断絶は、ある企業の業績に影響する個別リスクであると同時に、産業全体の信用リスクを高める全体な要因にもなり得ます。フェリ氏は、このような二面性を持つリスクを混合リスクと呼びました。分散効果を測る際は、標準偏差だけでなく、下方リスクを示す平均短期損失という指標も併用すべきだと提案しています。リスク調整後リターンの指標としては、シャープ比が長く主流でしたが、最近ではトーレンス比やソルティの比といった代替指標が注目されています。これらは、特に下落方向のリスクに重点を置くため、投資家が実際に感じる不安感をより正確に反映します。フェリ氏は、投資家のリスク許容度を感情リスク耐性指数として数値化し、一人一人に合った指標を選ぶことで、評価のパーソナライズを実現すべきだと述べています。リバランスの頻度と方法については、年に2回や3ヶ月ごとという固定スケジュールに加え、トリガーベースの自動リバランスが普及しています。具体には、資産の比率が設定した範囲を超えた瞬間に、アルゴリズムが即座に売買指示を出す仕組みです。この方式は、取引コストを抑えながら、マーケットの急激な変化に対応することを可能にします。激しく動く市場に素早く対応できることは、大きな強みになります。日本の大手証券会社でも、スマートリバランスというサービスを始めています。これは、AI が過去の記録や市場の激しい動きを分析して、一番いいタイミングを計算してくれる仕組みです。インデックスファンドは、低いコストで市場全体に投資できるため、なくてはならない道具です。最近では、テーマや特定の要素に注目したインデックスも登場しました。これにより、価値や成長、配当といった切り口で、資産の分け方を細かく調整できます。例えば、環境に特化したインデックスは、二酸化炭素を減らす目標を持つ企業を重視します。これにより、将来な規制のリスクを抑える狙いがあります。フェリ氏は、
こうした複数の要素を組み合わせたマルチファクターポートフォリオが一つのインデックスに頼るよりもリスクを分散しながら利益を高められると話しています。長期な計画である戦略資産配分と短期なチャンスを狙う戦術資産配分の融合が今の運用の重要なテーマです。戦略な配分で土台となる比率を決め、戦術な配分で柔軟に調整します。日本の公年金基金が取り入れたやり方では、基本は株式と債券を6対4の比率で持ちますが、為替や金利の動きに合わせて、最大で 10% 程度の調整を許しています。この方法なら、分散して守る力を保ちつつ、市場の変動から利益を得ることができます。不動産投資信託、いわゆるリートは、株や債券以外の実物資産として代表な選択肢です。特に、日本の物流施設やデータセンターに特化したリートは、デジタル経済の広がりで需要が増えると見込まれています。これにより、安定した家賃収入が得られ、物価上昇への対策にもなります。一方で、空室が増えたり金利が上がったりするリスクを数字で把握することが大切です。変動金利をベースに、将来の現金の流れをシミュレーションする手法が有効です。ライフサイクル資産配分は、年齢や収入に合わせて、資産の比率を段階に変えていく方法です。若い頃はリスクを取れるため株式を多めに持ち、中年期からは債券や物価連動国債を増やします。そして退職が近づいたら、現金を増やして資産を守ります。少子高齢化が進む日本で、政府が進める個人型確定拠出年金では、このプランを自動で選べるようになっています。一人一人のリスク許容度に合わせた最適化が進んでいます。物価連動国債は、インフレという物価上昇のリスクから資産を守るための直接な手段です。日本版のインフレ連動国債は、金利が低い環境でも、お金の実質な買い物を維持する役割を持ちます。フェリ氏は、物価が上がりそうな局面では、ポートフォリオの 30% までこの国債を増やし、同時に金利上昇のリスクを避けるため、長期国債の期間を短くすることを進めています。さらに、インシローテーションという手法が注目されています。これは、経済の状況や企業の業績に合わせて、価値株と成長株の比率を同に切り替えるものです。具体には、景気が悪いときは割安な価値株を増やし、景気が良いときは成長性の高い成長株を増やします。こうすることで、景気の波によるリスクを抑えつつ、利益を最大にできます。日本の運用会社は、国内総生産の成長率や消費者物価指数をリアルタイムで使い、切り替えの合図として活用しています。行動金融学の視点から見ると、投資家はつい間違った判断をしがちです。楽観に考えすぎたり、損をすることを極端に怖がったり、過去の価格にこだわりすぎたりする傾向があります。フェリ氏は、こうした心の癖を抑えるために、逆張りチェックリストの導入を進めています。感情ではなく、数字に基づいたルールで判断するプロセスです。例えば、過去5年のリターンと今の価格を比べ、市場が盛り上がりすぎていると感じたら、保守な配分に切り替えるといった基準を設けます。将来の資産配分を支える技術として、ブロックチェーンを使ったトークン化資産があります。不動産やインフラ資産をトークン化すれば、従来の証券商品よりも売り買いしやすくなり、少額から分散投資が可能です。また、スマートコントラクトという自動契約機能を使えば、あらかじめ決めたリスク許容度に合わせて、リアルタイムで資産比率を維持できます。日本でも金融庁が認可したプラットフォームが動き出しており、法な保護を受けながら新しい資産に投資できる環境が整っています。このように、リチャード・フェリ氏が示す資産配分の美学は、古典な理論を土台にしながら、時代の変化に合わせて進化しています。要素の拡張、テクノロジーの活用、心の癖の修正、そして環境への配慮やデジタル資産の統合へと広がっています。投資家はこれらの要素を総合に考え、自分の人生設計と市場に最適な配分を組み直すことで、長期な富の創造と保全を実現できるはずです。また、
気候変動のリスクを数字にする方法として、炭素排出量のシナリオを組み込むカーボンフットプリントアロケーションが注目されています。例えば、欧州連合のゼロエミッション目標に合わせ、温室効果ガスの削減率をスコア化し、基準に満たない企業の比率を段階に減らすルールを導入した国内年金基金があります。このファンドは、過去3年間で平均な利益を維持しながら、炭素リスクの指標を2割削減し、投資家からの信頼を得ました。同時に、AI を活用した資産配分モデルも実用化されています。機械学習のアルゴリズムが、経済データや企業の財務情報をリアルタイムで解析し、資産同士の相関関係の変化を自動で見つけ出します。ある大手証券会社は、過去10年のデータを学習させ、景気の転換点を予測するサイクル感知エンジンを開発しました。このエンジンの予測精度は従来の統計手法を上回り、リバランスのタイミングを最適化することで、効率な運用に寄与しています。量子コンピューティングの登場も、将来の最適化に新しい可能性をもたらします。量子ビットを使った高速な探索アルゴリズムは、膨大な組み合わせの中から正解を瞬時に見つけ出せます。これにより、これまでの方法では不可能だった複雑なモデルの実装が可能になります。日本の研究機関と金融機関が共同で作った環境では、数百の銘柄を対象にした最適化が数秒で監視、リスクに対するリターンの改善が確認されました。人口の変化も戦略に影響を与えます。少子高齢化の中で、医療や介護関連の比率を増やすヘルスケア、シフト戦略が提唱されています。実際に地方自治体の年金基金がこの方針を採用し、長期な安定収益を確保しながら、社会課題の解決にも貢献しています。さらに、政府の税制改正で非課税枠が広がったことで、低コストなインデックス商品への需要が急増しました。これが市場全体の流動性を高め、価格が正しく決まる効率化を後押ししています。最後に、この資産配分の美学を支える教育として、大学などが提供するポートフォリオ、シミュレーション、ラボが重要になっています。受講生は仮想のお金を使い、実際のデータに基づいてリバランスやリスク管理の練習をします。これにより、理論と現実の差を埋める経験を積むことができます。こうした実践な学習環境は、次世代のプロが高度な分析力と柔軟な思考を養う土壌となり、結果として市場全体の健全性と革新を推進する力となるでしょう。